レッスン1、共感の力。こんにちは、アンナ。特定の状況に対して人々がどのように異なる反応をするか気づいたことがありますか？こんにちは、ジョン。はい、私たちの反応が人によってどのように異なるかは興味深いことです。誰かが転んだ時に笑いたいと思ったことはありませんか？そうそう、最初は面白いと思う本能がありますが、その後懸念が始まります。まさに、彼らが自分自身を傷つけたのではないかと心配することがよくあります。私たちの感情が数秒で変化するのは魅力的です。時々、人々の反応の仕方が根底にある共感を明らかにします。例を挙げていただけますか？共感が他人の不幸に対する私たちの対応にどのように影響するかを示しています。共感は、私たちがより深いレベルで他の人とつながることを可能にします。それは私たちが彼らの感情や経験を理解するのに役立ちます。そして、他の人に優しさと思いやりを持って接することを思い出させてくれます。想像上の共感の旗を掲げ、他者を理解し、支援するよう努めましょレッスン2、ブライダルジッター。こんにちは、アンナ。結婚式の日にカップルが緊張した笑顔をすることが多いことに気づいたことがありますか？こんにちは、ジョン。はい、新郎新婦がこのような重要な日に少し不安を感じるのはよくあることです。彼らは興奮と期待に満ちた人生の新しい章に乗り出しています。彼らが様々な感情を感じるかもしれないのは理解できます。お互いに微笑み見かけているが、目の奥には緊張感が見える。今は大きな瞬間だし、大きな期待とプレッシャーがかかっている。彼らは全てが完璧に進み、特別な日が思い出に残るものになることを望んでいます。細部にこだわりすぎないように、旅を楽しむことを忘れないことが重要です。絶対に。それは彼らの愛とお互いへのコミットメントを祝うことです。そして、緊張しても大丈夫です。それは彼らがその機会の意義を本当に気にかけていることを示しています。喜びと回復力を持って結婚式の日に出発するカップルに、想像上の乾杯をしましょレッスン3、数字をマスターする。う。アンナさん、こんにちは。数字を効果的に覚えるためのヒントはありますか？ジョンさん、こんにちは。数字の暗記を簡単にするために試すことができる様々なテクニックがあります。単に数字を自分に言い聞かせるべきでしょうか？繰り返しは役に立ちますが、誰にとっても最も効率的な方法ではないかもしれません。では、数字に何らかの意味をつけた方が良いのでしょうか？まさに、アソシエーションやビジュアライゼーションを作成すると、数字を覚えるのに役立ちます。例を挙げていただけますか？1492という数字を覚えておく必要があるとしましょう。これは、その年にクリストファー・コロンブスがアメリカを発見したことと関連づけることができます。ああ、歴史的な出来事につけると、より思い出深いものになります。正確に、個人的なつながりや鮮明なイメージは、定着率を高めることができます。長い数字列を覚えておく必要がある場合はどうなりますか？それらを小さな塊に分割したり、
数字を使ってストーリーを作成したりできます。それは面白そうですね。暗記プロセスに物語的な要素が加わります。そうです。私たちの脳は、孤立した情報よりも物語をよく覚えている傾向があります。想像上の記憶力を高め、数字の暗記に取り組む創造的な方法を探りましょレッスン4、メディアインパクト。う。アンナさん、こんにちは。暴力的なテレビ番組が人々の暴力に対する感受性を低下させるという懸念について聞いたことがありますか？こんにちは、ジョン。はい、それは議論と議論を巻き起こしたトピックです。テレビで暴力にさらされると、現実の暴力に対する共感が鈍ると主張する人もいます。それは最もな懸念事項です。グラフィックコンテンツに絶えずさらされていると、私たちは鈍感になることがあります。人々が暴力の影響を受けにくくなるということですか？それは可能です。過度な露出は、暴力的な状況による感情的な影響を軽減する可能性があります。では、感受性と共感を維持するためにはどうすればよいでしょうか？私たちが消費する暴力的なメディアの量を制限することは一つのアプローチです。それは理にかなっています。メディアの選択に注意することは、大きな影響を与える可能性があります。さらに、共感と思いやりを促進する活動に従事することは、その影響を相殺するのに役立ちます。ボランティア活動やコミュニティプロジェクトへの参加が好きですか？まさに、ポジティブな変化に積極的に貢献することで、私たちは他者の幸福に対する感受性を高めます。想像上の共感の旗を掲げて、私たちが消費するメディアを意識しましょレッスン5、ボイスメールマジック。う。アンナさん、こんにちは。誰かのボイスメールに直接メッセージを送信する必要があったことはありますか？ジョンさん、こんにちは。ライブ通話よりもボイスメールを残す方が便利な場合があります。メッセージがボイスメールに直接送られるようにする方法はありますか？絶対に、呼び出し音をバイパスして直接ボイスメールに移動するようにメッセージを指定できます。どうやったらできるの？一つの方法は、受信者の電話番号の前に特殊文字または記号を追加することです。興味深い。すべての電話システムで動作しますか？ほとんどのシステムで機能しますが、受信者の通信事業者がこの機能をサポートしているかどうかを確認することをお勧めします。そのため、この手法を使用することで、人の邪魔をすることなくメッセージを残すことができます。その通りだ。これにより、ユーザーは都合の良い時にメッセージを聞くことができます。効果的なボイスメールを残すためのヒントは他にありますか？メッセージは簡潔かつ明確にし、名前と連絡先情報を忘れずに記載してください。これは、彼らが簡単に私たちに連絡できるようにするために重要です。確かに、エチケットに注意し、専門的または丁寧なメッセージを残すことは非常に重要です。想像上のボイスメールフラグを上げて、ダイレクトメッセージの技術をマスターしましょレッスン6、英雄的犠牲。う。アンナさん、こんにちは。負傷者を助けるために何日も眠らずに過ごした人の信じられない話を聞いたことがありますか？こんにちは、ジョン。そう、それは無欲と勇気の感動的な物語です。
何日も眠らないのは難しいですね。この人はどうやってやり遂げたの？他者の幸福を優先するには、多大な献身と強い目的意識が必要です。彼らは起きている以外に何か援助をしましたか？はい、彼らは負傷者を助けるために自分の献血さえしました。それは本当に驚くべきことです。彼らの行動は多くの命を救ったに違いない。絶対に、彼らの犠牲と素早い思考により、負傷者は生き残る可能性が高まりました。一人の献身がこれほど大きな影響を与えることができるのは信じられないほどです。確かに、思いやりの力と、他の人を助けるためにできる限りのことを思い出させてくれます。想像上のヒーローマントを育てて、命を救うためにさらに努力した人々に敬意を表しましょレッスン7、イノベーションジャーニー。う。アンナさん、こんにちは。自動車の開発には複雑な性質のため長い時間がかかったことをご存知ですか？こんにちは、ジョン。はい、自動車は何千もの部品を備えた驚異的なエンジニアリングです。自動車のような発明がどのように進化の過程を経るかは興味深いです。絶対に、デザインや機能性を磨き、完成させるには時間がかかります。その過程で特に課題はありましたか？確かに多くの課題があります。エンジン効率の向上から安全対策の確保まで。広範なテストと実験が必要だったことは想像できます。はい、エンジニアや発明家は何年も研究開発に専念しました。初期の自動車から今日の先進車までどれだけ進んだかは印象的です。実際、技術の進歩は自動車産業に革命をもたらしました。想像上のイノベーションの旗を掲げて、自動車の背後にある創意工夫に感謝しましょレッスン8、自然に対する勝利。う。アンナさん、こんにちは。悪天候のために素晴らしい水泳が数日間遅れたことをご存知ですか？こんにちは、ジョン。はい、自然が私たちの計画に挑戦することがあるのは信じられないほどです。適切なコンディションを待っているスイマーたちの失望は想像できます。絶対に。しかし、9月8日の夜、ようやく天気が晴れました。それは水泳選手たちにとって安らぎと興奮の瞬間だったに違いありません。確かに、彼らはその機会をつかみ、泳ぎ始めるために水に入りました。旅の途中で乗り越えなければならなかった障害はありましたか？はい、予測できない海流から疲労まで、様々な課題に直面していました。このような厳しい偉業に耐えるには、計り知れない決意と体力が必要です。絶対に、彼らの忍耐と訓練は結局報われた。想像上の勝利旗を掲げて、自然に対する彼らの勝利を祝いましょレッスン9、クリエイティブコラボレーション。こんにちは、アンナ。なぜサリバンがギルバートの脚本のために音楽を書かなければならなかったのか疑問に思ったことはありませんか？ジョンさん、こんにちは。二人のアーティスティックなコラボレーションが面白いです。確かに。でもなぜギルバートはサリバンの音楽のために言葉をかけなかったの？
それは専門性と異なる想像力の問題です。それで、彼らはそれぞれの専門分野に焦点を当てたのですか？まさに、ギルバートは基地に富んだユーモラスな脚本を書くのが得意で、サリバンは美しいメロディーを作曲しました。彼らのパートナーシップは才能の完璧な融合だったに違いありません。絶対に、彼らは一緒に、時代を超越した愛される作品を生み出しました。二人の個人が一緒になって何か特別なものを生み出す方法は魅力的です。コラボレーションは、多くの場合、各人のスキルを最大限に引き出し、最終的な成果を高めます。創造上の創造性の旗を掲げ、芸術的コラボレーションの力を称えましょう。レッスン10、地元のレストランを探索する。こんにちは、アンナ、食べ物はどう？試してみたい地元のレストランはありますか？こんにちは、ジョン。間違いなく、美味しい料理を楽しめる地元の飲食店がたくさんあります。地元の味を味わい、料理シーンを体験したいと思っています。海辺のシーフードレストランに行くべきだ。その店は新鮮な魚介類で知られている。それは素晴らしいですね。私はシーフードが大好きで、特に作りたてのシーフードが好きです。ダウンタウンには、美味しいペストリーやコーヒーを提供する居心地の良いカフェもあります。パーフェクト、趣のあるカフェを散策したり、美味しいコーヒーを味わったりするのが好きです。市内中心部のフードマーケットもお忘れなく、さまざまな各国料理が楽しめます。それは素晴らしい提案です。さまざまな料理を一箇所で試食できます。地元の屋台の食べ物を試す機会も見逃せません。これはユニークな体験です。私も同感です。ストリートフードでは、地元の文化や料理の伝統を垣間見ることができることがよくあります。選択できるオプションはたくさんあります。フードアドベンチャーになるよ。これらの推奨事項を共有していただきありがとうございます。料理の専門知識に感謝します。レッスン11、幸せを受け入れる。こんにちはアンナ。誰もが時々悲しみを感じると思いませんか？こんにちはジョン。絶対に。それは人間の経験の自然な部分です。悲しい気分になった時はいつでも自分が幸せになるようなことをするようにしています。それは素晴らしいアプローチです。気分を高揚させる方法を見つけることは重要です。確かに、私たちが楽しむ活動に参加することは、そのような悲しみの瞬間を乗り越えるのに役立ちます。心の健康を優先し、日々の生活の中で幸せを求めることは不可欠です。絶対に、ポジティブな経験や人々に囲まれていると、大きな違いが生まれます。幸せは多くの場合、単純な喜びと感謝の瞬間にあります。想像上の幸せの旗を掲げて、喜びの追求に取り組みましょう。乾杯。人生が与えてくれる大きなものと小さなものの両方に幸せを見出せますように。絶対に、ポジティブなマインドセットを育み、幸せと充実感に満ちた人生を作りましょレッスン12、観光計画。
ねえ、アンナ、アイデアがあった。今度の旅行の観光計画を練らないといけない。こんにちは、ジョン。それは素晴らしいアイディアのように思えます。前もって計画を立てておくと、時間を最大限に活用するのに役立ちます。まさに、市内の必見のアトラクションや隠れた名所を見逃したくありません。一緒に新しい場所を探検できて本当に感謝しています。経験を共有する方がずっと楽しいです。間違いなく。それでは、まず、市内の人気のランドマークやアトラクションを調べてみましょそれは良い出発点です。絶対に行きたい場所のリストを作ることができます。う。そして、各アトラクションの営業時間と入場料を確認できます。旅程を効果的に計画するには、タイミングと追加費用を知ることが不可欠です。また、これらのアトラクション同士の近さも考慮する必要があります。場所間の移動にあまり時間をかけたくありません。それは本当です。同じ日に同じ地域の近くの観光スポットを訪れることができれば理想的です。それらを地図上にマークして、どれが集まっているかを確認できるので、効率よく観光できます。レッスン13、ボーカルヘルス。アンナさん、こんにちは。医師が喉を診察するときに、耳と喉が正常に見えることを確認することも重要であることをご存知ですか？こんにちはジョン。絶対に、包括的な検査により、全体的な声の健康が保証されます。特に定期的に声を使う場合は、発声装置に注意することが重要です。定期的な検査は、問題を特定し、潜在的な声の問題を防ぐのに役立ちます。そうなんです。歌手、俳優、パブリックスピーカーにとって、良好な声の衛生状態を維持することは不可欠です。適切な水分補給と声帯への負担の回避は、声帯の健康にとって重要な習慣です。また、長時間使用する前後に声を温めたり、冷やしたりすることも重要です。絶対に、穏やかなエクササイズとボーカルレストは、声の疲労や怪我を防ぐのに役立ちます。想像上のボーカルフラッグを上げて、声の健康を優先させましょレッスン14、フレーバーのテイスティング。う。アンナさん、こんにちは。これらの飲み物には様々な種類があることに気づきましたか？こんにちはジョン。絶対に、飲料の世界には、様々なフレーバーや好みがあります。それは本当です。誰の好みや機会にも合うものがあるのは素晴らしいことです。スムースワインからホップの効いたビール、爽やかなカクテルまで選択肢は無限です。さらに、モクテル、ハーブティー、フルーツジュースなどのノンアルコールドリンクも楽しい代替品となります。様々な文化に独特の風味を持つ独自の伝統的な飲み物があることは魅力的です。はい、様々な飲み物を探検することは、その文化に受け継がれてきた料理の伝統を体験する方法になり得ます。また、飲み物が様々な種類の料理を引き立てる方法も興味深いです。絶対に、適切なドリンクと食事を組み合わせることで、全体的な食事体験を向上させることができます。想像上のグラスと乾杯を豊かな飲み物の世界へと発展させましょう。
レッスン15、無限の地平線。アンナさん、こんにちは。現代の最も重要な発明の一つにより、人々がより自由に、はるかに長い距離を移動できるようになったのは魅力的ではありませんか？こんにちはジョン。絶対に。輸送の進歩は可能性の世界を切り開いた。飛行機は旅行に革命をもたらし、かつてないほど早く、よりアクセスしやすくなりました。今、私たちがさまざまな国を探検し、多様な文化を体験できるのは信じられないほどです。また、列車も忘れなく、景色を眺めながらリラックスして風景の中を旅することができます。絶対に、電車で旅行すると、周囲の美しさを鑑賞することができます。自動車の発明により、私たちは自由にドライブに出かけたり、隠れた宝石を発見したりできるようになりました。また、テクノロジーの進歩により、旅行の計画が簡単になり、貴重な旅行情報にアクセスできるようになりました。オンラインプラットフォームとアプリにより、宿泊施設の予約や地元のアトラクションの検索が簡単になりました。旅行が私たちの視野を広げ、変革をもたらす体験になったことは驚くべきことです。想像上のパスポートを育て、探検されるのを待っている広大な世界を受け入れてみましょレッスン16、紛争の代償。こんにちは、アンナ。戦争中に地面から掘り出された塹壕について疑問に思ったことはありますか？こんにちはジョン。絶対に。あの塹壕は、兵士たちの苦難と犠牲を痛感させてくれた。数日しか続かなかった戦闘で、時には数十万人の男性が殺されたことを考えると驚くべきことです。戦争は、歴史を通じて人命に多大な打撃を与えてきた壊滅的な現実です。危険に直面した兵士たちが示した勇気と回復力は本当に驚くべきものです。戦争の影響で人生が永遠に変わった、取り残された家族や愛する人たちのことを考えると胸が張り裂けます。戦争はまた、社会に長期的な影響を及ぼし、国家の進路を形作り、傷跡を残して直すのに何世代もかかることがあります。平和的な解決に努め、過去の過ちから学ぶことが重要です。歴史の教訓を思い出すことは、このような悲劇的な出来事が繰り返されるのを防ぐのに役立ちます。絶対に、外交、理解、共感を促進することは、私たちをより平和な世界へと導くことができます。想像上のオリーブの枝を育て、国家間の調和と団結を提唱しましょレッスン17、レース戦略。アンナさん、こんにちは。アスリートがレースで使う伝説的な戦術について聞いたことがありますか？こんにちはジョン。絶対に。アスリートの中には、アドバンテージを得て勝利を収めるために全力を尽くす選手もいます。あるレースで、彼がレースの途中で怪我をしたように見せかけたのに、勝つためにちょうど間に合うように回復したことさえ知られていたのは興味深いことです。それはかなり狡猾な戦略です。これは、一部のアスリートが競合他者をしのぐためにどれだけの努力を払うかを示しています。確かに、レースは身体能力だけでなく、精神的な敏捷性や戦略的思考も重要です。さまざまなアスリートが競争で優位に立つためにさまざまな戦術を採用しているのは興味深いことです。強いスタートを切ってリードを維持することを好むランナーもいれば、
最後のバーストに向けて戦略的にエネルギーを節約するランナーもいます。また、チームスポーツでは、アスリートはチームワークと効果的なコミュニケーションを頼りに努力を調整することがよくあります。タイミングも重要です。いつ行動を起こすべきか、機会をつかむべきかを知ることで、大きな違いが生まれます。絶対に、スピード、持久力、戦術的な意思決定の間の適切なバランスを見つけることがすべてです。想像上のフィニッシュラインを上げて、爽快な競争精神を祝いましょレッスン18、効果的なボイスメールグリーティング。アンナさん、こんにちは。ボイスメールの挨拶の重要性について考えたことはありますか？こんにちはジョン。絶対に、ボイスメールの挨拶は、効果的なコミュニケーションにおいて重要な役割を果たします。電話に出られない理由を発信者に伝える明確で簡潔なメッセージが不可欠です。絶対に、不在時でも休暇中でも、録音したグリーティングでそのことを伝えることが重要です。精巧に作られたボイスメールグリーティングは、期待に依頼、必要に応じて代替の連絡先情報を提供できます。また、電話をかけてきた人にプロフェッショナルで親しみやすい印象を残すチャンスでもあります。まさに、挨拶は感謝の気持ちを伝えたり、安心感を与えたり、帰宅予定時刻を伝えたりするのに使えます。また、仕事場にいる場合は、ボイスメールの挨拶をフォーマルなトーンで伝えることが重要です。一方、個人的な設定では、個性を際立たせ、挨拶をよりカジュアルにすることができます。想像上の電話を増やして、ポジティブで永続的なインパクトを残すボイスメールグリーティングを目指しましょう。乾杯。ボイスメールの挨拶に、私たちのプロ意識、温かさ、そして他者への思いやりが反映されますように。レッスン19、アメリカ西部の気象パターン。こんにちは、アンナ。アメリカ西部の独特の気象パターンに気づいたことがありますか？こんにちはジョン。絶対に。その地域の天気はとても魅力的で多様です。沿岸の山々のすぐ東では、ほとんどの場合大雨が降る傾向があるのは興味深いことです。はい、それらの山脈は障壁として機能し、雲が上昇するにつれて湿気を放出します。この現象は、雨の多い西側と乾燥した東側の間にはっきりとしたコントラストを生み出します。これらの地理的特徴がこの地域の気候と生態系をどのように形作っているかは驚くべきことです。絶対に、水の利用可能性は、各地域で見られる植生や野生生物の種類に大きく影響します。また、時折発生する雷雨や稲妻が、ドラマチックな風景を彩るのも忘れなく。自然の力と美しさを誇る演劇のようです。確かに、周囲を形作る自然の力を理解し、尊重することが重要です。想像上の傘を差して、アメリカ西部の絶え間なく変化する気象パターンを受け入れましょレッスン20、宇宙を探る。アンナさん、こんにちは。宇宙の不思議を探求するためにプラネタリウムに行ったことはありますか？こんにちはジョン。絶対に。プラネタリウムは、私たちを宇宙の旅に連れて行ってくれる没入感のある体験を提供します。
彼らが夜空を再現し、今現れている天体を映し出す方法は信じられないほどです。はい、何千年も前に見えた星や星座の美しさを目の当たりにすることができます。時間を遡って、宇宙の古代の不思議とつながるようなものです。それだけでなく、プラネタリウムは、宇宙に対する私たちの理解がどのように進化したかについての洞察も提供します。絶対に、古代文明から現代の科学的発見まで、歴史と科学の魅力的な融合です。テクノロジーによって、限られた空間で広大な宇宙をシミュレートできるのは興味深いことです。また、教育的であるだけでなく、娯楽的でもあり、あらゆる年齢層の人々が楽しめる体験となっています。想像上の望遠鏡を持ち上げて、宇宙の神秘と美しさを探求し続けましょう。乾杯。私たちが宇宙に魅了されて、知識を求め、私たちの存在の広大さを理解するようになりますように。レッスン21、ヤードセールスでの宝探し。アンナさん、こんにちは。ガレージセールで宝探しに行ったことはありますか？こんにちはジョン。絶対に。ガレージセールは、ユニークで手頃な価格のアイテムを見つけるための均衡になり得ます。ヤードセールでどんなものが売られているのか驚きです。家や庭で見つけたものは何でも見つけることができます。もちろん、家具や電化製品から衣類や電子機器まで、種類は無限大です。そして、ヴィンテージの収集品、アンティーク、ユニークなアートワークなど、隠された宝石についても忘れないでください。宝の山に足を踏み入れるようなものです。そこでは、どんな貴重なアイテムに出くわすかわからないのです。実際、ある人の望まない所有物が、別の人の大切な発見になることもあります。さらに、校内販売は地域社会を支援し、商品にセカンドライフを与えることで廃棄物を削減する機会にもなります。これは双方にメリットのある状況です。持続可能で環境に優しい取り組みに貢献しながら、お得な情報を見つけることができます。想像上のショッピングバッグを育てて、次のガレージセールで宝探しに出かけましょう。乾杯。私たちの冒険が、思いがけない宝物と思い出に残る発見につながりますように。レッスン22、見えない人生。こんにちは、アンナ。私たちの街に存在する目に見えない生活について考えたことはありますか？こんにちはジョン。絶対に。水面下では見過ごされがちですが、多くの場合水面下で起こっています。家の地下室で震え、避難所を探すのに苦労している人々のことを考えると胸が張り裂けます。はい、ホームレスは差し迫った問題であり、過酷な状況に耐えながら街の通りで眠る人もいます。きらめきと華やかさの中で、大きな課題に直面している人がいることをはっきりと思い出させてくれます。こうした目に見えない現実を認識し、よりインクルーシブな社会の実現に向けて取り組むことは私たちにとって重要です。絶対に、私たちは社会から取り残され、目に見えない人々に思いやりと支援を届けるよう努めるべきです。状況に関係なく、誰もが尊厳と繁栄する機会に値することを思い出させてくれます。声を上げて社会変革を提唱し、地域社会への共感と理解を促進しましょう。
レッスン23、内閣形成。アンナさん、こんにちは。首相の任命に関する最近の動向を見ていらっしゃいますか？こんにちはジョン。絶対に。内閣の編成がどのように展開するかを見るのはいつも興味深い。明日は主要閣僚の任命であり、これは政府形成における重要な一歩です。はい。国の重要な決定と政策を推進するのはコアチームです。ただし、様々な要因が関係するため、他の大臣の任命には通常少し時間がかかります。専門知識、代表、政治的同盟のバランスを取るという複雑なパズルです。それぞれの役割に最適な人材が確実に選ばれるよう、徹底したプロセスになると信じています。人々のニーズに効果的に対応できる、有能で献身的な人材を確保することが重要です。絶対に、きちんと組織された内閣は、国の進歩と福祉に大きな影響を与えることができます。今後の動向に注目し、社会の改善に向けて取り組む政府に期待しましょう。乾杯。内閣の形成が我が国の調和の取れた豊かな未来につながりますように。レッスン24、インパクトのある話し方。こんにちは、アンナ。あなたは今までに重要な目的のためにスピーチをしなければならなかったことがありますか？こんにちはジョン。絶対に。意識を高めるために他の人の前で話すのは大変な作業です。がん研究のための資金を集めるキャンペーンがあった時のことを覚えています。それは大変な努力でした。ミッションや大義の背景にあるストーリーを共有することは、他の人々を巻き込み、やる気を引き出す強力な方法になり得ます。絶対に、聴衆の心に響き、問題の緊急性を伝える言葉を選ぶことが重要です。感情的なレベルでつながることで、サポートがもたらす影響を理解しやすくなります。コンテンツだけでなく、配信も重要です。自信と明快さが不可欠です。はい、事前に練習し、効果的なボディランゲージを使用することで、メッセージのインパクトを高めることができます。また、難しいテーマについて話し合う時でも、前向きで希望に満ちた口調を保つことも重要です。絶対に、楽観的な見方を植え付けることで、他の人たちも大義に参加して変化を起こそうというモチベーションを高めることができます。これからも重要な大義の提唱者であり続け、私たちの言葉を使って前向きな変化を起こしましょう。レッスン25、変化を受け入れる。アンナさん、こんにちは。人生を完全に変えた大きな変化を経験したことがありますか？こんにちはジョン。絶対に。変化は刺激的でもあり、やりがいのあるものでもあります。特に、慣れ親しんだルーチンを変える場合はなおさらです。スティーブが新しい国に引っ越した時のことを覚えています。彼にとって全てが慣れ親しんだものとは違っていた。全く新しい環境に直面すると、最初はカルチャーショックに苦しむことがよくあります。スティーブは異なる生活様式に適応しなければならず、順応して自分の居場所を見つけるのに時間がかかりました。身の回りのすべてが違っているように見えたり、馴染みのない習慣を乗り越えなければならないときは、圧倒されることがあります。しかし、時が経つにつれ、スティーブは変化を受け入れ、
多様性が予想外の方法で自分の人生を豊かにすることができることに気づきました。絶対に、異なる文化を経験することで、視野が広がり、個人として成長することができます。心を開いて、未知のものを受け入れる意欲を持って、新しい始まりに取り組むことが重要です。変化は個人の成長のきっかけとなり、新しい情熱や機会を発見するきっかけにもなります。自分自身や他の人たちに、自分のコンフォートゾーンから出て、変化の美しさを受け入れるよう励ましましょう。レッスン26、余暇。アンナさん、こんにちは。長い一日の後、普段どのように余暇を過ごしていますか？ジョンさん、こんにちは。リラックスして充電するための様々なアクティビティを楽しんでいます。あなたはどう？さて、仕事が終わったら、大抵テレビを見て何か食べます。リラックスさせてくれます。それはくつろぐための居心地の良い方法のように思えます。テレビは娯楽と逃避の源になり得ます。確かにそうです。たまには友人に電話して、おしゃべりするのも好きです。これは素晴らしいつながり方です。友達と話すことは、気分をリフレッシュさせてくれます。経験を共有し、追いつくのは素晴らしいことです。絶対に。電話の後、私は大抵快適な場所を見つけ、座って良い本を楽しんだり、音楽を聴いたりします。それは余暇を過ごすのに最適な方法のように思えます。本と音楽は私たちを様々な世界に連れて行ってくれます。彼らはきっとできます。それらがいかに様々な感情を呼び起こし、私たちの想像力をかきたてることができるかは驚くべきことです。余暇を優先し、私たちに喜びとリラックスをもたらす活動に従事することを忘れないでください。乾杯。私たちの余暇のひとときが幸せと若返りで満たされますように。レッスン27、子供と楽しむための計画。アンナさん、こんにちは。子供たちと公園に行くとき、他に何が必要か考えていました。もっと楽しむために、お気に入りのおもちゃも持ってきてはいかがでしょうか。こんにちは、ジョン。それは素晴らしいアイディアだ。子供たちを楽しませ続けることは大切だ。他にどんなものを持っていくべきだと思いますか？お気に入りのおもちゃと一緒に、ボールやフリスビーなどのアウトドアゲームを詰め込むこともできます。そうすれば、様々なアクティビティを楽しむことができます。それは完璧に聞こえます。多様性は彼らを夢中にさせ、ワクワクさせ続けるための鍵です。ちょっとしたおやつの休憩に、ピクニックブランケットや軽食を持っていくこともできます。素晴らしい提案です。ピクニックをすることで、子どもたちは遊びを再開する前に休息して燃料を補給することができます。絶対に、彼らのエネルギーレベルを考慮し、充電する機会を提供することが重要です。私も同感です。また、デリケートな肌を太陽から守るために、日焼け止めや帽子を持参するのもいいでしょ特に晴れた日には、日焼け止めが非常に重要です。私たちは、公園にいる間、彼らの安全と快適さを確保したいと考えています。う。間違いなく。安全について言えば、軽微な事故が発生した場合に備えて、バンドエイドや消毒用ワイプなどの基本的な応急処置用品を持参しても問題ありません。それは賢い予防策です。どんなに小さな事故でも備えておいた方がいい。絶対に。最後に、アウトドアアドベンチャーの間、
子供たちが水分を補給できるように、水のボトルを忘れずに持参してください。特に身体活動中は、水分補給が重要です。子供たちに十分な水を飲むように勧めることは重要です。同意した。まとめると、お気に入りのおもちゃ、アウトドアゲーム、ピクニックブランケット、スナック、日焼け止め、帽子、基本的な応急処置用品、水筒を用意します。何か見落としがあったかな？それは私が考えることができるすべてを網羅しています。子供たちと公園で楽しい一日を過ごすための準備は整っているようだ。私もそう思います。彼らに様々な活動を提供し、彼らの健康を大ごとにすることが不可欠です。絶対に、お客様の好みやニーズを考慮することで、関係者全員に楽しく安全な体験を提供することができます。お気に入りのおもちゃで遊んだり、アウトドアゲームを楽しんだりしている彼らの笑顔を見るのを楽しみにしています。私も、楽しく笑える、思い出に残る一日になりますよ。大切な瞬間もぜひカメラで撮ってみましょう。それは素晴らしいアイディアだ。子供たちとのこの特別なお出かけの忘れられない思い出を作りましょう。その喜びと興奮はすでに想像できます。素晴らしい一日になりそうです。これらのアイデアを提案していただきありがとうございます。どういたしまして。一緒にブレインストーミングができてよかったです。子供たちにとっても私たちにとっても素晴らしい時間になるでしょ確かに、忘れられない日にしましょう。それでは公園で会いましょう。また会いましょう。楽しさと冒険に満ちた一日の準備をしましょレッスン28、ショッピング旅行の計画。アンナさん、こんにちは。そろそろ一緒に買い物に行くのも楽しいだろうと思っていました。どう思う？こんにちは、ジョン。それは計画のように思える。私はいつもリテールセラピーをしたいと思っている。どこに行けばいいの？ダウンタウンにオープンしたばかりの新しいショッピングモールを探索してみてはいかがですか？素晴らしい話を聞いたことがある。ワクワクしそうですね。調べてみるつもりだったんだ。何が待ち受けているかを見る絶好の機会になるよ。絶対に。常に最新のトレンドを把握し、新しいショップを探索することをお勧めします。これ以上は同意できませんでした。それに、一緒に買い物をする方が楽しいし、お互いにファッションのアドバイスをすることもできます。それは本当です。別の服を試着するときは、セカンドオピニオンを持つことは常に役に立ちます。間違いなく、ショッピングの合間には、モールのレストランで食事をすることもできます。それは素晴らしいアイディアだ。買い物と食事は相性が良く、充電してリラックスする機会を与えてくれます。もう楽しみです。私たちの買い物旅行中に何か見つけたいと思っていることはありますか？新しいスニーカーとカジュアルなシャツを探しています。あなたはどう？夏のワードローブを更新する必要があるので、ドレス、スカート、そしてアクセサリーを探します。買い物リストができたようですね。何が私たちの目に留まるか見てみるのも面白いだろ絶対に、様々な店を探索していると、どんな隠れた宝石が見つかるかわかりません。
それがショッピングの魅力です。必要なものを見つけるだけでなく、思いがけない宝物に出くわすのです。これ以上は同意できませんでした。買い物を冒険にしているのは仮のスリルだ。モールで行きたいお気に入りのブランドや店舗はありますか？お気に入りはいくつかありますが、新しいブランドも探求したいと思っています。結局のところ、バラエティは人生のスパイスです。私も同じように感じます。心を開いて、いろんなお店を見て回って、ショッピング旅行を最大限に楽しみましょ間違いなく、様々なスタイルを試して、私たちの快適ゾーンから抜け出すと、驚くべき発見につながる可能性があります。う。それがスピリットです。私たちのショッピング、エクスカーションにワクワクしています。一緒に時間を過ごして楽しむには最高の方法になるだろ完全に同意します。買い物だけじゃなくて、会社とか思い出作りとか、う。それこそが、共有体験を特別なものにしているのです。このショッピング旅行を一緒に計画できて嬉しいです。私も忘れられない一日になるよ。あなたと一緒に買い物に行くのが待ちきれません。同様に、忘れられない日にしましょう。また近いうちにお会いしましょレッスン29、交渉の柔軟性。う。アンナさん、こんにちは。プロジェクトのガイドラインが厳しすぎることに気づきました。もっと柔軟性について話し合うことはできますか？こんにちは、ジョン。あなたの懸念は理解できます。予期せぬ状況に適応するには柔軟性が不可欠です。どのような提案を考えていますか？プロジェクトの目標を達成するために、締め切りやアプローチに余裕を持たせることが有益だと思います。あなたがどこから来たのかわかります。構造と適応性のバランスを取ることが重要だ。どのように進めることを提案しますか？一つのアイデアは、プロジェクトの進展に基づいて調整できるフレームワークを確立することです。これにより、不測の事態にも対応できます。それは理にかなっているように聞こえます。必要に応じて進化できる計画を立てることが重要です。このフレームワークをどのように実装することを提案しますか？定期的にチェックインして進捗状況を評価し、必要な修正について話し合うこともできます。これにより、柔軟性を保ちながら順調に進むことができます。私も同感です。全員に情報を伝え、潜在的な問題にタイムリーに対処するには、定期的なコミュニケーションが重要です。これらのチェックインはどのくらいの頻度で行うことをお勧めしますか？毎週ミーティングを開催して、プロジェクトの状況を見直し、必要に応じて調整できると良いと思います。それは良い計画のように思えます。毎週の会議は、ワークフローにあまり支障をきたすことなく最新情報を入手できる十分な頻度を提供してくれます。まさに、全員の足並みを揃えることと、会議の合間に集中して作業できるようにすることのバランスが取れています。また、その時間をアイディアのブレインストーミングや課題のトラブルシューティングにも使えます。会議の時間を共同で問題解決に使うというアイデアが好きです。チームワークを促進し、創造的思考を促します。プロジェクトを成功させるには、コラボレーションが不可欠です。意思決定と問題解決にチームを巻き込むことで、全員の専門知識や視点を活用できます。完全に同意します。これにより、オーナーシップの感覚が育まれ、チームメンバーが最高の仕事に貢献できるようになります。
さらに、柔軟な考え方を持つことで、代替ソリューションを模索し、新しい情報やフィードバックに基づいてアプローチを適用させることができます。絶対に、柔軟性は革新と改善への扉を開きます。オープンマインドで、必要な時に積極的に変化を受け入れることが重要です。柔軟性の重要性について、私たちが同じ考えを持っていることを嬉しく思います。それはプロジェクト全体の成功に貢献するでしょ私も、適用し、共通点を見つけようとする私たちの意欲が、より生産的でやりがいのあるコラボレーションにつながると信じています。う。皆様のご理解と、より柔軟な対応を模索してくださることに感謝いたします。可能な限り最高の結果を達成するという、あなたの決意が現れています。ありがとうございます。皆さんの意見を大切にし、協力して構造と柔軟性の適切なバランスを見つけることができると信じています。それがスピリットです。成長を促し、変化する状況に適応できるようなプロジェクト環境を一緒に作りましょう。これ以上は同意できませんでした。さあ、柔軟なプロジェクトを成功させましょう。乾杯。実現させよう。